今日は世界でもうすでに実績をたくさん残しているレバ選手を徹底解剖ということで、いろいろお話を伺えたらと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。動画とかインタビューって結構久しぶりです。そうですね、結構久しぶりなのでちょっと緊張してます。ぜひぜひもうリラックスしていただいて、はい、軽く自己紹介の方お願いします。デトネーションゲーミングの、ウィニングイレブン部門レバです。まずレバ選手の名前の由来。そうですね、ポーランド代表、バイエルンミュンヘン所属の、レバンドフスキ選手っていうサッカー選手がいるんですけど、その選手が、好きなので、その選手から、名前をもらうっていう形で、レバっていう名前にしました。なんでレバンドフスキが好きだったんですか？やっぱこうフォワードのエースストライカーってやっぱザ・点取り屋みたいな人が多いと思うんですけど、レバンドフスキ選手は結構周りも使いながら、自分もしっかり決めれるところは決めるみたいな選手なので、そういったところに、かなりいいなと思って好きになりました。じゃあ前からサッカーを結構見てたみたいな感じなんですか？そうですね、小さい頃サッカーやってたので、その流れで、サッカーも実際のサッカーもかなり見てますね。そうですね、大きな大会でいうとやはり2018年の、アジア競技大会で金メダルを取れたことが一番、大きいかなと。で昨年で言いますと、国体初めてe スポーツが、国体で採用されて、その初代、王者として、金メダルを獲得することができます。金メダル取った時はいくつの時？17とか8ですかね。17、高校生の時。そうですね。その時に大会に行った時ってどんなそうですね、まず自分が日本代表になれるとも思ってなかったので、正直自分が日本代表でいいのかっていうのもずっとありましたし、本当に、プレッシャーがすごく大きな大会でしたね。ちなみにマイクラブの勝率って？そうですね、今は 92% ぐらい。92、高いですね、かなり。そうですね、今作は結構マイクラブモードもやるようにしていて、最近では動画の撮影も、するために、かなり、試合をやってるつもりです。なるほどですね。プロになる前は何をやってたんですか？プロになる本当に普通の高校生といいますか、本当に、ウィニングイレブン自体も、遊び感覚でやってましたし、もう普通の、高校生みたいな感じで、生活してましたね。ウィレってちなみに始めたきっかけとか、今もずっとやり続けてる理由とか。始めたきっかけは、父親がゲームと一緒にウィニングイレブンを買ってきてくれて、そこで一緒にやったっていうのが始めたきっかけですかね。2010とかですかね。10年前。そうですね。小学校3、4年生ぐらいですかね。10歳。でもそうですね、負けることはあんまりなかったと思いますね。結構もう一人強い友達がいて、その友達と毎回優勝を争ってるみたいな感じでしたね。まず負けるのが嫌いっていうのが、負けず嫌いっていうところもあって、やっぱりその時は友達といっぱい対戦してて、やっぱり友達とやっても負けたくないっていうのがあったんで、ちょっと裏でこそこそ練習したりだとかも結構やってましたし、なんていうんだろう、やっぱり相手との駆け引きっていうところを、実際のサッカーもやってたので、そういった部分が、かなり楽しいというか、面白さですかね。やっぱ相手の裏を書いた時っていうのがやっぱり最高に気持ちいいので意外に攻撃的な面がプロになってから周りの反応ってちなみに変わったりしました？そうですね、やっぱりプロになるってこと自体にやっぱりかなり大きな決断でもあったので、そこから
まあプロ、まあ、1年2年ぐらい経ってやっぱりこう毎回大会とかは、まあ、両親は見てくれてますし、まあやっぱりこうしっかり応援してくれてるんだなって、応援してくれてる人のありがたさっていうのは感じるようになりました。ありがとうございます。プレーの強みみたいなところ。そうですね、前までは結構こうロングカウンター戦術、まあ、こう結構引いて、まあ、少ない人数で、まあ、攻めるっていう形をまあ得意にしてたんですけど、まあ、最近はこう、まあ、ポゼッションの形も結構、まあ、自分なりにこううまくいってるなっていうのもあるので、こう相手によってまあ変えるといいますか、相手に合わせたまあ戦術をまあ得意といいますか、そういった戦術にしてますね。昔はなんか守備が弱かったから、そうですね。ローカウンターみたいなとこだったりとか、粘り強さですって言ってた。そこからまたさらにレベルが上がったんです。そうですね、はい、個人的に結構、まあ、細かいところのスキルだったりとかもなんか上がってるなっていうのは実感しているので、はい、そういったところも合わせて、はい、そういった戦術になりましたね。やはり比嘉君の趣味とか、なんか好きな食べ物とかそういうのがそうですね、最近海外ドラマハマりだしましたね、この年になって。何見てるんですか？イテウォンクラス。いいよね。愛の不時着もちょっと見ちゃいま愛の不時す。ちょっとイメージと全然違うと思うんですけど、ちょっとおすすめのランキングで上位にあるやつちょっと見ちゃいますね。何が良かったイテウォンクラスか。やっぱ復讐劇ですね。なるほどね。そうですね。まあ結構なんかローストビーフとか言ってたんですけど、なんか結局なんかやっぱフライドポテトが一番好きなのかなってちょっと最近思い始めてますね。はい、なんかローストビーフって言うとなんかちょっとうわなんだこいつって思われちゃうかなと思ったんで。普通に考えた末。そうですね、なんか、はい、結局なんかポテトうまいなっていうのを最近、結局俺はポテトだね感じてますね。じゃあ次、普段の練習とか生活について聞いていきたいと思うんですけど、はい、1日のスケジュールってどんな感じですか？そうですね、まあ、大体昼12時、1時ぐらいにまあ起きて、まあ、そこからまあ朝ごはんっていうんですか、まあ、ご飯食べて、そうですまあそこから大体2、3時間ぐらいですかね、まず練習という形で、まあ、オンライン対戦をしてでだいたいそこからまあそうですね6時ぐらいになるのでちょうど、まあ、プロ野球が始まる時間なのでプロ野球をつけながらそうですね、まあ、ウィーニングイレブンの動画だったり、まあ、その大会が近かったらその対戦相手の方の試合動画だったりを見たりして、まあ、夜もそうですね、夜ゴールデンタイムが過ぎて10時とか11時ぐらいですかねからは、はい、また練習という形で、まあ、夜の時間帯は結構その強い猛者の方たちと結構時間も合う時もあるので、まあ、そういう方たちを誘って、まあ、一緒にこうフレンドリーマッチだったりとかをしてます。動画を結構見ると思うんですけど、対戦相手の動画どれぐらい見る時間長いと思そうですね、もう大会前とかだったらもうその人の、まあ、試合動画を、まあ、結構そうですね、まあ試合動画にもよるんですけど、その対戦相手だったりとかもよるんですけど、まあそうですね、1日、まあ、1、2時間ぐらいは見るようにしてますね。まあ、癖だったりとかもだいぶ分かってくるので、そういったところは結構大切にしてる部分かと。もうある程度、はい、試合前にこういうので行こうっていうのを決めて、とりあえず試合に入るっていう感じです。レバ君の練習方法もうとにかく、まあ、オンラインの、まあ、ランクマッチ、はい、とにかくやってますね。見知らぬ相手とひたすらやってます。
そうですね、やっぱりこう調子の悪い時でも多少は前までこうもうすっかりこうきっぱりやめてたんですけど、最近ではこう調子の悪い時でも逆に少しやり続けて、逆にどこが悪い、調子が悪い時にどこが悪くなるのかっていうその原因をこう調べるといいますか、その試合動画をクリップ取って見直したりして、どんどんこう成長につながるようにしてます。普段の話でもいいし、こういう時にちょっと動きますね。でも、練習の時とかですかね、負けたらやっぱり負けず嫌いなところがあるので、結構感情的に、イライラしてしまうことがあるかもしれないですね。イライラするとどうなる？でも結構前までは物に当たったりそれにしてたんですけどちょっと最近は、結構、抑えられるようになってきましたね。物に当たるイメージ。机負けがとか叩いたりそうですね、なんかこう一試合一試合にこうしっかり緊張感を持ってというか、その場面がこう大会で来てもいいようにこう一試合一試合しっかり集中して、一試合一試合に対する思いっていうのは結構強いかなと思います。しっかりこうその目の前の相手をしっかり倒すっていうことを考えながらいつもやってるかもしれないです。そうですね、大会前とかだとその試合の前日の、夜ですかね、寝る前とかは昨年国体行われて、その決勝戦後半ですかね、後半 3-0 の場面から逆転して、優勝することができたので、その場面を結構、見返して、こういつどれだけこう点差が離れてても逆転できるんだっていうこう、自信というか、そういうのを、体に染み込ませたりはしてます。体のコンディションってどんな風に整えてたんでしょうか？食事とか。そうですね、なんかそういった面ではあんまりは意識してないんですけど、やっぱりこう睡眠時間だったり、その大会の、スケジュールによってこう、自分が起きてからこう何時間後にこう試合が始まるっていうのをしっかりこう計算して、ある程度こうもう起きる時間だったり、その大会時間によってその大会前の1週間ぐらいですかねはちょっとスケジュールを変えたりはします。大会当日とかって結構長丁場だと思うんですけど、その中で自分のそういう集中力だったりとかってどうやって保ってたんですか？そうですね、やっぱりこうウィリーレの大会はこう1日で、終わる大会が多いので、かなりこう長丁場になってくるので、そういった時は、いつもスポンサードいただいている UCC さんのミルクコーヒーを、試合前とかに、飲んで、集中力高めたりしてます。自分はあんまりこうコーヒーって飲む機会少なかったんですけど、本当にこれは飲みやすくて、かなり気に入ってますね。いろいろ大会経験してきた中で、一番印象に残ってる大会とか、そのエピソードみたいなのを一つちょっと聞かせてもらえたら。そうですね、やはり、2018年のアジア競技大会が一番印象に残ってて、でその大会選手村に、一選手として入ることができて、でその選手村でこうその着いた当日ですね、当日こうシャワー浴びようと思ってそのバストイレルームみたいなところに入ったら、ドアが開かなくなってしまって、中に閉じ込められるっていうちょっと事件が起きまして、でその時携帯も何も持ってなかったので、怖い。やばいと思って、とにかくもうドア叩いて、相方のソフィアさん、杉村選手と、同じ部屋だったので、ちょっとソフィアさんはその時寝ようとしてたみたいなこと言ってたんですけど、とにかくもうドア叩いて、ソフィアさんって叫びながらレバ君が声が想像できない。そうですね、ちょっとかなり暑かったので、ちょっとこれ結構このままいたら朝までいたらちょっと
インドネシアの方ってやっぱ水もちょっと危ないっていうのを聞いてたので、水のも飲めないし、ちょっとこれ本当にやばいかなと思って、もう、はい、かなり大声でやったら、はい、起きて来てくれて、どうしたのみたいな感じで、で、開けようとしてくれたんですけど、それでも開かなくて、で、その一緒についてきてくださってたスタッフの方と一緒にこう、思いっきりガーンって開けて、まあ、やっと出れたんですけど、はい、それが本当に一番、まあ、エピソードとして、まあ、印象に、まあ、残らざるを得ないというかそうですね、アジア競技大会の決勝の3試合目ですかね。アジア競技大会は BO3 方式だったので、こう日本選手で、最初が1対1で、2試合目は2対2、最後は1対1で、こう1勝1敗で最後自分のところで回ってきて、相手はイラン代表だったんですけど、まあ、なんかこうその試合だけ今までの大会とは違くて、なぜかこう試合入る前から負ける気がしなかったと言いますか、なんかこう試合入っても自分の思い描いてることが全てうまくいっていて、なんかプレー内容というか試合内容をあんまり今でも覚えてないんですよね。こう試合を振り返らないと、あ、こんなプレーしてたんだって思うぐらいだったので、なんかその時は本当に何ですか、モード、ゾーンに入ってたのかなと思いますね。なんでそうなるんですね。やっシチュエーション。そうですね、日本代表っていう、まあ、プレッシャーもありますし、こう今までこう杉村選手が最初1本目必ず取って、まあ、2-0でこう日本はずっと勝ってきたので、こうなんか最後はなんか自分がやらなきゃいけないみたいなのも重なって、まあ、ゾーンの状態に入れたのかなと思いますね。抜けたみたいな感じ。そうですね、はい、その試合でこうかなり成長できたのかなと。その試合の入り方みたいなのを意識してることあります。そうですね、まあ動きで言えばこう試合前にはしっかりこう大きく体を使ってしっかり大きく3回ぐらい深呼吸して、まあ、試合に入るようにはしてますね。なんかそうすると、まあ、いい形で試合に入ることができたので、なんかもうそこからずっと、はい、続けてます。ルーティンみたいな。そうですね、はい。そうですね、なんかこう自分が感じるのはこう駆け引きの場所が違うと言いますか、こう日本人って結構最後までこう崩したがる選手がかなり多いんですけど、こうアジアの選手とかだとこう結構簡単にロングボールだったりとか、それ通るのみたいなパスとかも結構使ってくるので、そういったところでこう、まあ、やりづらさと言いますか、まあ、感じることがありますね。2年連続自分はちょっとインドネシア人の人にちょっとアジア大会で負けて、今年も負けてしまったので、ちょっとそうですね、来年こそはインドネシアの人にちょっと勝ちたいなっていう。インドネシアの人がやっぱそういう戦法を使ってる。そうですね、結構やっぱサイドでこう仕掛けてくることが多いので、こう本作はあまりサイドが強くないと言われている中でも使ってくるので、まあ、対応がしづらいと言いますか、まあ、慣れるのに結構時間がかかりましたね。そうですね、まあ、ライバルは一応作らないようにしてるんですけど、まあ、日本人でこうやっぱり意識してしまうのは、まあ、マイカさんと、まあ、ウディさんと、まあ、カツピアさん、その3人と対戦するだけはやっぱりこうなんか負けたくないよりやっぱ勝ちたいっていう思いがなんか強くなってる感じがしますね。知った中だし。そうですね、やっぱりこう自分の中で今日本でこう、まあ、一段階抜けてるなって思うのはその3人なので、やはりこう、まあ、その人たちに勝たないとやっぱりこうアジア世界にはいけないと思ってるので、やっぱり人一倍こう、そうですね、対戦した時に思いが強くなるのかなと思いますね。そうですね、今年、まあ、オンラインだったんですけど、まあ、世界大会があって、まあ、日本人の、まあ、アルト選手が世界大会初めて優勝していたので、まあ、かなりこうどんどん日本のレベルも上がってきてると思うので、はい、
ちょっと自分もその流れに乗ってちょっと来年こそは世界大会ちょっと行きたいなと。ちょっと2年連続アジアで止まってしまってるので、来年こそはっていう思いが強いですね。プロで大事にしてること。そうですね、やっぱりこのウイニングイレブン界隈をしっかり盛り上げることだったりとかも大切ですし、でもやっぱりこう、一番はプロとして、しっかり結果を残すっていうことは、大事にしていることかなと思います。今後の目標、どんな？そうですね、やっぱりこうプレイヤー面でいくとやはり世界大会、優勝することを第一に置いていますし、逆にこれからは今まで挑戦してこなかったこと、動画のコードの撮影だったりそういった面もどんどんやっていきたいなと思っております。じゃあ最後の質問です。そうですね、大切な存在ですかね。やはり普段前まではずっと高校生で今後どうしようかという考えてた時だったんですけど、アジア競技大会で日本代表になることができて、そして金メダルを取ることができて、そこで自分の人生が一気に変わったので、大切な存在ということにします。